ローズミーラのブックレビュー。はい、皆さんこんにちは。ローズミーラです。だいぶ久しぶりの更新になっちゃって申し訳ないんですが、もうお盆の時期ということで、毎日暑い日が続いてますけれども、皆様体調は崩されておりませんでしょうか？レッジトランスレーションは通常営業しておりますのでご用持ちしてます。今回はお盆ということで、お花は特別にひまわりをご用意しました。さて本日ご紹介するのは、偉い店長のネットゲリラ戦術です。偉い店長は宗教系 YouTuber の方で、他にもご自分のバーを経営されたり、経営コンサルタントもされている方で、この本を大きくまとめると、ビジネスのルールが変わった。そしてインターネットを活用すれば、個人でも大企業に勝てることがある。私自身は20代からインターネットを使ってのし上がってきたと言っても過言ではないです。筋金入りのネットゲリラ。この本に書かれていることで重要なことを大きく2つ言います。1つ目は、勝てる市場を探して限られたリソースを全力投下すること。明らかにお金がかかったり設備投資が必要な市場は大手が有利です。また価格競争になる市場も大手が有利になってしまうので、それ以外のところで自分の強みが活かせる市場を探しましょう。ネットゲリラの利点として小回りが利くということが挙げられます。大手企業さんとかだと、どうしてもその組織で動かないといけないので、作戦を急に変更するのが難しかったり、保守的にならざるを得ないというところがあるんですけども、個人の場合は戦術を柔軟に変更することができます。インターネットを使えば無料か非常にローコストでチャレンジができますので、失敗しても諦められる金額ですし、今回うまくいかなかったけれども次はこうしてみようとか、ひたすらトライアンドエラーを繰り返します。例えば自分の直近の話だと、ノートで有料の記事を試しに販売してみたんですが、意外に売れたので、今度は Amazon の Kindle で本を発売しようと思ってます。自分で本を売ることができるというのが実証されたので、例えば出版社から声がかかったとしても交渉する材料を持っていると思ってます。ちなみに来年1月発売予定ですので、発売次第ブログや Twitter で告知しますので、皆さんチェックしてください。2つ目は、勝利の事実を目に触れるようにしておく。これは自分の実績を分かりやすいところに書いておくということです。例えば私でしたら、ブログでしたらプロフィールの下の部分に最近の活動を書いてますし、 Twitter のプロフィールの下には数年前の翻訳祭のミニ講演会で発表した資料を置いてますので、これを見ていただいたら、私がどういう人間かというのがすぐ分かるようになってます。で、偉い店長さんの本にも書いてあるんですけども、ゲリラが正規軍に勝った実績があると非常に目立つ。例えば100戦中1回しかないとしても、その1回が非常に珍しいので、それを書くことによって実際よりも自分の実績を大きく見せることができます。つまり1のことを100くらいに言うということですね。他には、人が集うシンボルを作る、豊富な情報に加えインパクトのある短いフレーズを付け加えるなどが述べられています。人を使う注意点として、偉い店長さんによると、フォロワーの数は銃口の数、資源とかをしてしまうと、一発でアウトになってしまったりする可能性もありますし、動画とかを1回上げてしまうと、その動画を消したとしても他の人が勝手に再度アップロードしたりとかして、いわゆるデジタルタトゥーとして半永久的に残ってしまう可能性もあるので注意してください。私のこれからの戦略としては、引き続きネットを効果的に使いながらも、事業規模が大きくなるにつれて、だんだんゲリラ戦的な戦い方から正規軍の戦い方にシフトしていくのが自然な流れじゃないかなと思ってます。ではこれでブックレビュー終わります。また見てね。